今回の動画では日本版の次のイベントではないかとされている。オムニバスストーリー宝石の風を求めてのイベント内容や、同時期に実装されるオペレーター及び専用コーデを紹介していきます。宝石の風を求めては、午後の逸話やウルサスの子供たちと同じ、複数の登場人物を中心とした別々のストーリーが語られる、オムニバスストーリー形式のイベントとなっています。そのため、アークナイツのイベントとしては中規模のイベントとなります。プレイヤーはイベント期間中、捨てられた時計盤をイベントステージや、通常ステージといった殲滅作戦を除く理性を消費するステージにて入手し、ストーリーを解放することができる素材、事象のかけらや素材などを入手することが目的となります。なお、イベントステージは初回クリアであれば初回クリア報酬として、通常よりも多くの捨てられた時計盤を入手することができます。捨てられた時計盤の入手効率はこれまでのオムニバスストーリーなどと変わらず、理性1に対して捨てられた時計盤1となっています。ですので、イベントが開始されると考えられる週は、イベントが始まる前に殲滅作戦を終わらせておきましょう。イベントステージは通常ステージが8個、教習ステージが8個となっており、全16個のステージで構成されています。通常ステージは初回クリアであれば、通常よりも多くの時計盤と石1個が、2回目以降は消費理性に応じた時計盤と素材が確率でドロップしますが、教習ステージはこれまでの例に漏れず、ドロップアイテムはなし、最終ステージを除き、初回クリア時の報酬に石が1個と時計盤があるのみとなっているので、教習ステージを周回する必要はありません。ステージドロップに関しては、FA6 から FA8 でドロップする。合成コール、中級アケトン、中級異鉄の理性効率が高めとなっています。今回のイベントでは中級アケトンは3の1よりもわずかに効率が良くなっている程度ですが、合成コールと中級異鉄はサイドストーリーほどではないものの入手の理性効率は良くなっています。どちらの素材も今後入手効率がほぼ同等または上位互換となるイベントが開催されますが、合成コールに関しては騎兵とハンターが先行して開催されてしまった関係上、今回のイベントよりも理性効率が良いイベントは大陸版でも現状開催されていないので、周回をするのであれば FA6 を周回することをお勧めします。なお、難易度としては FA8 の推奨レベルからもわかるように、これまで開催されたオムニバスストーリーよりも比較的難易度は高くなっているので、最近始めたばかりの方は主要メンバーのレベルを上げておくことをお勧めします。今回のイベントの報酬形式は、ウルサスの子供たちやサイドストーリーと同じ、イベント期間中に集めた捨てられた時計盤を一定数交換してアイテムを獲得する形式となっています。報酬はイベントストーリーを解放することができる事象のかけらや、配布オペレーターであるミントの潜在強化に用いるミントの印、イベント家具、各種育成素材などとなっており、無限交換枠の論面兵もあるため、ポイントもとい、捨てられた時計盤が無駄になることはありません。イベント配布オペレーターとなるミントは、以前に実装されたオペレーター、ビーズワックスと同じ通常攻撃を行わない代わりに、防御力と術耐性が大幅に増加する、高大重装とも言われる特殊タイプの術師オペレーターとなっています。ビーズワックスに負けず劣らず、非常に癖が強く、スキルの中には付近の敵をミントの周囲に引き寄せるという、一風変わったスキルを所持しています。詳細については後ほど他のオペレーターと一緒に紹介をします。宝石の風でも勲章は存在していますが、サイドストーリーほどの数はなく、勲章の数は2種類のみとなっています。そして勲章の入手条件は、宝石の風のストーリーをすべて解放する、イベント期間中にミントを獲得するとなっているため、プレイさえしていれば誰でも入手することが可能なものとなっています。ですので、勲章のために何か準備をしたり、特定の行動をしたりといった必要はありません。宝石の風を求めてでは、イベントストーリーとして7つのストーリーが描かれます。内容としては宝石という名称からもわかるように、各オペレーターたちの過去を掘り下げるものとなっており、オペレーターたちがどういった心境でロドスを訪れたのかや、どういった過去を歩んできたのかの断片を垣間見ることができる内容となっています。
ブルサスの子供たちのような極端に暗い内容というわけではありませんが、どことなく影があったりと、オペレーターたちの反省は必ずしも順風満帆ではないということを感じ取ることができるものとなっています。オペレーターたちの理解度を上げたいという方は、ぜひともストーリーを読んでおくことをお勧めします。最後に、今回のイベントステージのギミックや新たな敵についてですが、今回のイベントでは全てのステージがこれまでのイベントで登場した敵やギミックのおさらいとなっています。なお、ボルモンドで散々暴れ回ったトウレイシャーマンや蓄音機のギミックは登場しないのでご安心を。以上がオムニバスストーリー、宝石の風を求めてのイベント内容となります。続いて、同時期に実装される可能性のあるオペレーターを紹介。宝石の風の同時期には、ミント、アレーン、エイプリル、スルトの4人が実装されるものと思われます。ミントのみが宝石の風の配布オペレーターとなっており、それ以外のオペレーターはスカウトでの入手となっています。なお、今回のイベントスカウトはスタンダードスカウトとなっているので、イベント終了後もミントを除く上記のオペレーターは入手可能となっています。それでは画面左から順に紹介をしていきます。一緒に本を運んでいただきありがとうございました。ここに置いてください。私のコードネームはミントと言うんですが、あなたは？ドクター？スカイフレア先輩が言っていたドクターですか？ミントはビクトリアにある高等学府出身のオペレーターで、卒業後はチューターとして学校に残り、地質学の実験チームに参加、実地調査を主に行っていた人物です。しかし、実地調査中にオリパシーに感染してしまい、あえなく調査は中断。その後は、スカイフレアからの紹介でロドスでの治療を行うために、ロドスに加入することとなりました。非常に好奇心が強い人物で、様々な出来事に目移りすることも多々あるため、気づけばどこかに行っていたということもあるようで、スカイフレアにはたびたび怒られてしまっているようです。ドクター、どうぞこちらに座ってください。どうですか？太陽が暖かくて気持ちいいでしょ？ここは私の秘密基地で大好きな場所なんです。誰にも教えたらダメですよ。ミントはビーズワックスと同じ通常時は攻撃を行わない代わりに耐久面が大幅に強化される高台重装タイプの術師オペレーターで、基本的な性能はビーズワックスに準拠したものとなっています。ビーズワックスと異なる点は、ビーズワックスは素質による HP 回復によって凄まじい耐久力がある一方で、ミントは周囲の味方へのバフとビーズワックスの弱点である攻撃時には防御力が低下してしまい、スキル発動を見極める必要があるという点を自身が攻撃されにくくなるという効果で相殺していることが特徴となっています。そのためビーズワックスと比べるとスキル構成的にもやや攻撃寄りの性能と言えるでしょう。とはいえそもそもビーズワックスタイプの術師は非常に癖が強いオペレーターとなっているので、ミントも変わらず癖が強いオペレーターであることに変わりはありませんが、コードネームはアレーン。今日からは正式所属になるらしいよ。あんたがドクターか。じゃ、これからは仲良くなれるといいね、先生。アレーンはラテラーの出身のラテラーノ人ではあるものの、オリパシーに感染しているという理由からラテラーノからは留学という形で追放されており、リターニアを中心に活動をしていた人物です。そのためか、ラテラーノ人であるものの、銃器を扱うよりもアーツを扱うことに長けているという、ラテラーノ人としては珍しい特徴を持っています。現在は両親の復讐をするためにラテラーノで引き起こした報復を行った後、交渉役場から手配を受けたために、ロドスが保護をしているという形となっており、オリパシーの治療を兼ねてオペレーターとしても活動を行っています。ドクター、わざと僕を試してるの？いいよ。ちょうど僕も気分が乗ってきたところさ。じゃあ、今から何が起きても、2人だけの秘密。ね。アレーンは調査艇型の前衛オペレーターで、地上配置にもかかわらず飛行ユニットを優先して攻撃するという、
エクシアやメテオといった対空狙撃に近い性能を持っていることが特徴となっています。スキル構成はブロック数が0になる代わりに団体の敵に対して攻撃が2回攻撃になるものと、攻撃が実攻撃となり同時に2体の敵に対しての攻撃が可能となるラップランドのスキル2に近い性能を持ったスキルとなっています。ラップランドのスキルは自動発動となっている一方で、アレーンのスキルは手動発動のため、かなり扱いやすいスキルと言えるでしょう。総じて星5以下の長射程前衛の中では癖の少ないオペレーターとなっているため、マルチに活躍することができるオペレーターです。ロドスは設備も整ってるし、待遇もこんなにいいんだね。あ、ごめんねドクター、ちょっとびっくりしただけ。私のコードネームはエイプリルにするね。うん、私の一番好きな曲の名前から取ったんだ。エイプリルはロドスに加入する前はレムビリトンにて害獣駆除などをしていたハンターで、ポリパシーに感染してしまった結果職を失い、レムビリトンの保険制度によって生活はできていたものの、満足のいく生活をすることはできていませんでした。ロドス加入後はレムビリトンにいた時とは大きく生活環境も改善されたことで、好きなことに打ち込むことができるようにもなったようです。性格は底抜けに明るく、誰とでも仲良くすることができるということや、特に音楽関連のトレンドには敏感ということから、宴やオーキッドとはよくいるようで、楽しげに話している場面もよく見られるとのこと。その音楽好きはイラストにも反映されており、常にヘッドフォンとミュージックプレイヤーを身につけています。コードネームも好きな曲名から取ったもののようです。レムビリトンでは高いビルの屋上で歌を聴くのが大好きだったんだ。あそこからは街全体の景色が見えたんだよ。でも今はロドスのブリッジからもっと素敵な景色が見られる。病気になるのも悪いことばっかりじゃないね、ドクター。エイプリルはオペレーターのタイプとしては団体狙撃に分類されるのですが、素質によって再配置時間が通常の狙撃よりも短縮されており、潜在強化することで再配置時間はさらに短縮。再配置時間は単体であれば最速で40秒となり、シルバーアッシュと組み合わせることで、約35秒まで短縮されることとなります。そのため、現状では唯一の高速再配置型の狙撃オペレーターともいえ、特にスキルにもその素質を最大限に活用した性能となっています。配置後は攻撃力上昇とステルスを獲得することとなるため、メインストーリー5の3の術師隊長のような敵が出現ポイントからしばらく動かないステージでは、高い殲滅力を発揮することができるでしょう。一方で常に出し入れすることで最大火力を叩き出すことができるオペレーターとなっているので、他の狙撃オペレーターよりかはやや使用難易度は高くなっています。しかし40秒に1回再配置できる狙撃というのは非常に面白い特徴ではあるので、余裕があるのであれば貫突を目指してみてもいいかもしれません。私はスルト。あんたが噂のドクター？これからはロドスで働かせてもらうことになってるから退屈させないで。スルトはロドスがウルサス周辺の天災の被害を受けた町にて探査任務を行っていた際に保護した人物で、種族がサルカズという以外はほとんどのことが分かっていない人物です。そもそもロドスとしてはスルトの収容は保護という形にはなっていますが、スルトとしてはたまたまロドスが探査任務をしていた場所を歩いていただけであり、特に天災の被害を被ったということもないとのこと。なお、スルトの出身地がわからない理由は、スルトの記憶が非常に曖昧なものとなっているためで、形式上はオリパシーによる記憶喪失という形にはなっていますが、実際は自身でも見覚えのない様々な記憶が混在してしまい、どれが本当の自分の記憶なのかがわからないという記憶混濁に近いものとなっています。それらの記憶は実際に体験した記憶でなければ事実とは微妙に違うという特徴があるため、スルトはその本当なのかもわからない記憶を頼りに旅をしていたようです。ウルサス周辺の街を歩いていたのもおそらくは本当の自分探しのためでしょう。力ではなく私自身を評価してるから。そうか、そこまで言うなら
こちらも相応の努力で応えよう。スルトはムースやアステシアと同じ術攻撃型の前衛オペレーターで、非常に高い殲滅力を持ち合わせています。スキル1とスキル2の汎用性が高いことは言わずもがな。特筆すべきはスキル3で、スキル発動後は HP がプラス5000されて全回復し、さらに攻撃力、攻撃範囲、同時攻撃可能数が増加します。特に攻撃力の上昇率は凄まじく、最大まで強化することでプラス 330% されるため、並大抵の敵はスルトの攻撃を耐えることはできません。それどころか、ボスクラスの敵ですら大半の敵は、スルト短期で蹂躙することすら可能で、大陸版ではバランスブレイカーとも言われるほどには、凄まじい火力を持ちます。ただし、スキル発動後は徐々に HP が減少していくため、永続発動にはなっているものの、実質的には有限で、HP の減少率は割合となっており、HP プラス5000が影響し、最大で毎秒1500程度の HP 減少となるため、常にスルトを配置し続けるということはできません。再配置時間は通常のオペレーターと同じとなっているため、使う場所を見極めなければ、あまりある火力が無駄になってしまうという点には注意が必要です。すると実装以降のボスは、これまでの単純にステータスが高いタイプのボスから、あの手この手で耐久力を獲得する方面に性能が変わってきており、すると実装が一つのターニングポイントにはなっていると言えるほどには、一つの時代を築いているオペレーターとなっています。とにかく、並大抵のことはスルトで解決してしまうので、貯めている石を全突破してでも、是が非でも入手しておきたいオペレーターです。以上が宝石の風を求めてと同時期に実装される可能性があるオペレーターたちとなります。続いて、同時期に実装される可能性のあるコーデを紹介。以上がオムニバスストーリー宝石の風を求めてと同時期に実装されるオペレーター及びコーデの紹介となります。この動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。